アンニョン、田舎出身ダサ女のビヌです。今回は初めて金継ぎに挑戦してみて上手にできたのでご紹介です。手順なども紹介しますので、これから金継ぎをしてみようっていうきっかけになったり、初めての方のお役に立てたら嬉しいです。ぜひご覧ください。今回、木地町さんの簡易金継ぎができるキットを買ってみました。この高級感ある箱が届いてワクワク感が上がります。中に道具が入っているのですが、これ以外に必要なものはないのですぐに始められます。本物の漆を使わないので手がかぶれる心配もなく数日で完成します。大まかな作業の流れはこんな感じです。私は一番簡単な方法で行って1日2時間の作業を3日ほどで完成することができました。まず事前準備でヘラを作ります。竹串が入っているのですが、ヘラになるようにデザインナイフで斜めに削り、ヤスリがけまで行っておきます。今回直すお皿なんですけど、このようにしっかり割れています。直すの大変そうだと思ったんですけど、かけらがちゃんと集まっていたので、ちゃんと1回で接着すれば元通りに戻るような形で割れてくれていて、簡単に仕上げることができました。欠けて破片がなくなったとしても、そこをまた埋めてっていう作業で直すことができるので、それはそれでとても綺麗なんです。さあ、第一工程のヤスリがけに入ります。割れたかけらを集めておき、どうやってくっつけるかイメージをつけておきます。240番のヤスリを使って面取りします。接着部分は削らずに、角の部分を45度の角度で最後に金が見えてほしいっていうぐらい 0.2 から 0.3 ミリほど削っていきます。陶器は意外とすぐに削ることができました。金継ぎっていうのは割れたり欠けたりしたお皿を接着し、金属粉で装飾して仕上げる修復技術です。壊れた器を大切に使い続けることができる日本独特の素敵な技法です。今は世界にも広まっているそうです。私も人から聞くまで金継ぎというものがあることを知らなかったのですが、お気に入りのお皿が割れても金継ぎをして直すことでより愛着が湧いたり綺麗に感じたりしているので、とても良かったなと思います。面取りが終わったら組み合わせてみて、少し溝が太くなっているか確認してください。マスキングテープを準備して接着剤でつなぐ工程です。接着剤の A 剤と B 剤を1対1で混ぜて、付属のヘラで陶器の中心部に塗っていきます。はみ出ても後で削るので大丈夫なんですが、少し楽になるのではみ出ないぐらいに塗る方がいいと思います。貼り合わせた後、マスキングテープでずれないように固定していきます。接着剤が乾くまで待ちます。季節によって違うので待ち時間も変わってくると思うんですけど、冬だと2時間以上、夏だと75分以内に乾くようです。私がした時は秋だったので1時間ぐらい待ってみました。デザインナイフで接着剤のはみ出した部分をきれいに削っていきます。接着剤を塗っただけなんですけど、もう完成したと言ってもいいぐらいきれいに貼り付いていて、もうちょっと満足になってます。今からはみ出した接着剤を削っていくんですけど、その前にデザインナイフで刃の種類がいくつかあるので削りやすいものに変えていってます。丸い刃が使いやすいみたいなので丸い刃に変更しています。スルッと削れてとても気持ちがいいです。金継ぎっていうものを知ってから食器にも興味が出てくるようになりました。外食した時に出されたお皿も気にしてみるようになってきました。韓国に住んでるのにこうやって日本の伝統を感じられることができるって面白いなって思います。こんな風に切っ
ト、簡単にできるような金継ぎのキットがあるってすごいなって感じています。その後240のヤスリで削ると滑らかになるそうです。パテの工程です。割れ方によってはこの工程がない時もあります。また逆に2ミリ以上欠けたお皿はこの工程から始めることもあります。接着したけど破片が足りなかったり欠けたりしている部分にパテを埋めていきます。必要な量を切り取り1分ぐらいよく練り合わせます。固まってくるので作業を5分以内に終わらせないといけません。なので急いで丁寧にする作業になります。次の工程でまた削るのでちょっと多めに盛り付けても大丈夫です。ここも最終的に金色になる部分なので欠けても仕上がりが楽しみです。急いで作業をしないといけないんですけど、パテで埋める時にボコボコってならないように綺麗に平らにしたかったから結構焦りながらの作業でした。埋めるのもなかなか難しかったんですけど、埋めた後に手のひらでギューッとこうねすくる感じで埋めていきました。そしたら穴が開いたところは綺麗にその形にはまってくれたのでいい感じに仕上がりました。金継ぎっていうものを知って YouTube とかでも見てみたりとかずっと作業を見ていられるんですけど、金継ぎ師っていうのもいて、その金継ぎ師の言葉とかこう大切な人のものを直そうとする思いに心を打たれて、金継ぎをしてそれで終わりっていうわけじゃなくて、今まで大切に使ってきたお皿を金継ぎで直してまた新たな経験をつないでいくっていう、その間の部分が金継ぎっていうのを見て、なるほどと思って、さらに可愛くって愛着湧いてくるので、もっといい時間をお皿と過ごせるんだなって感じました。金継ぎ師の方、リスペクトです。パテが硬化するまで1時間ぐらい待っていきます。固まったらはみ出た部分をナイフで削って形を整えていきます。韓国にも金継ぎで直してもらえるところがあるみたいで、どのような金継ぎかとかどのようなクオリティかは全然わからないんですけど、それが1個3000円っていう感じだったみたいです。私もプロになったらもう任せてほしいって感じなんですけど、この簡易キットでやりますよって言いたいです。そのぐらいちょっと楽しくてハマってしまいました。カビ漆を使って溝を埋めていきます。マスキングテープで溝の周りを貼ってあげることではみ出た部分の削りの作業が楽になるとのことでした。はじめの1個はマスキングテープを貼ったのですが、他のはせずに行ってみようと思います。こちらの漆と粉、8対10ぐらいで混ぜていきます。結構混ぜて作らないと粉が塊になって塗る時にボタッとした感じで出てきてたので、はみ出る原因にもなったので、しっかり混ぜて行った方がおすすめです。竹串で作ったヘラにつけて溝を埋めていきます。漆が乾くまで1日ほどかかるので、この日は終わりです。はい、違う日になりました。乾き状況を見てから次の作業に入っていきます。カリカリしていたら乾いているので次の工程に入っていきます。はみ出た漆を削っていく工程です。マスキングテープをつけたのはこのためかって思うほどペリペリめくれてくれて気持ちが良かったです。でもマスキングテープをつけてなくてもデザインナイフでも綺麗に削れました。
漆を塗った時は結構幅が太くなってるなっていう風に感じてたんですけど、削っていくことで幅が細くなっていて、わあ、こんな風に綺麗に溝にはまっていくんだっていうのを目に見て分かったので、とても楽しかったです。削った後は240番のヤスリで表面を整えていきます。この後に漆の中塗りっていう作業をすると仕上がりがより丁寧になっていくそうです。今回はしませんでした。削った漆の粉がついているところがあったので、ウェットティッシュで拭っていってます。はい、最後の工程です。真鍮粉を塗っていきます。真鍮粉と漆を混ぜ合わせていきます。漆をパレットに出して、漆に対して半分ぐらいの金属の粉を混ぜていきます。漆は少なくても足りるし、足りなかったらどんどん足していけば大丈夫なので、初めはスプーン1杯ぐらいにしておきました。この金の粉を見るだけでとてもテンションが上がったのですが、混ぜ合わせていくとその時点でもう金ピカでとても綺麗になります。作業が楽しくてテンションが上がります。筆を使ってゆっくり丁寧に塗っていきます。綺麗に仕上げたかったので、この漆の上を本当にゆっくりなぞっていきました。はみ出ても大丈夫っていう風に思いながらも、なんだか見た目になる一番大切な作業だと思うと手が震えて難しかったです。改めて見てみると本当にゆっくり、線かけてるのっていうぐらいゆっくりで面白いです。この3つのお皿に塗っていくだけで20分から30分ぐらいかかりました。2ヶ月前に SK2 の CM ですかねで、金継ぎクリームっていうやつの CM が出てました。金継ぎやんと思って、なんかそのパッケージが金継ぎ風にされているっていうのが可愛いですね。金継ぎを知らない方にも金継ぎって伝わるなんかきっかけになったらいいなって感じます。でもコメント見ても綾瀬はるかさんの可愛さにしか触れられてないですね。お皿とかはあんまりちゃんと見てなかったので、私もそうだよなって思って、でも今は金継ぎのことをコメントにしたいぐらいになってます。時間が経つとこの真鍮粉がベタベタになって固まってきて、ちょっと塗りにくくなってくるので、テレピンを足してまた金を柔らかくして塗っていきます。そしてさっきの3つだけじゃなくて、他の割れたお皿とかも全部金継ぎ行ってみました。金継ぎにはまりそうで、なんか割れたお皿あったら私に持ってきてって感じです。本当に嬉しくて、見て見てって全部言いたくなるぐらい可愛いです。欠けたお皿を直すのも綺麗なんですけど、完全に割れてしまったお皿は線になっていくので、なんかもっと綺麗な感じがして、より綺麗なお皿に生まれ変わるのが嬉しかったです。無事に終わりましたね。あとは片付け。この真鍮粉片付けるときは漆が入っているので、テレピンをつけてしっかりなじませて筆と一緒に洗って落としていきます。次の日になって出来上がったお皿がこちらです。無事に完成いたしました。もうとっても満足のいく仕上がりになりました。とっても綺麗じゃないですか？少し欠けてるだけで使えなかったお皿が蘇って、それだけじゃなくてさらに味が出てもっと綺麗になってくれました。愛着ももっと湧いてきたし、完全に割れてるお皿も治るんだっていう風に感動しました。見た目もとっても綺麗です。この金継ぎしたことで
見せびらかしたい、このお皿を見せびらかしたい気分になります。で、じゃじゃーん。皆さんも欠けたお皿など諦めて捨てないで金継ぎをやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。